重力とは何か。重力の正体は、こんにちは。トニーサイドゲートです。謎、探求、シリーズ。今回のテーマは重力、引力。今までとは違った見方で重力の謎を探求してみます。重力、物理の教科書によれば、地球上の物体を地球に引きつけようとする力。厳密には、地球との間に働く万有引力と、地球の自転による遠心力との合力。ニュートンとアインシュタイン。17世紀の天才科学者。アイザック。ニュートンは万有引力を発見しました。万有引力の法則。では、万物にはの互いに引き合う引力があり、物が下に落ちる現象から地球が太陽を回る現象まで、万有引力の法則で説明できないものはありませんでした。ところが19世紀になってから、その万有引力の法則が疑われるような異常事態が発生したのです。それは、天王星という惑星の軌道を数学的に計算した時でした。天王星は、ニュートンが万有引力の法則を発見してから、約100年後に新しく発見された惑星でした。天王星の軌道を計算した科学者は、もちろん実際の観測で分かっている軌道と、計算上の軌道が一致すると思っていました。しかしその結果は予想外のものでした。実際に観測した天王星の軌道と、計算結果は大きくずれていたのです。これは驚くべき事態でした。万有引力の法則が発見されてから100年以上、法則が間違っていたことは一度もなかったのです。科学者たちは悩みました。ただの計算間違いだろうか。それとも、まさか、万有引力の法則に誤りがあったのだろうか。この異常事態に、当時、天体力学で数々の業績を挙げ、天才と言われていた、天文学者ユルバン・ルベリエが立ち上がりました。ルベリエは数々の可能性を吟味し、考察に考察を重ねた末に、一つの結論に達しました。ニュートンの万有引力の法則に間違いはない。そして計算にも間違いはない。残された可能性はただ一つ。天王星の近くに、まだ発見されていない未知の天体があるのだ。天王星は、その未知の天体の重力の影響を受けている。そのため、天王星の軌道が計算結果とずれているのだ。ルベリエはその結論を発表しただけではありませんでした。その点、最適な頭脳で、どのくらいの大きさの天体が、どの位置にあるのかを、天王星の軌道のずれ具合から計算で弾き出したのです。そして計算結果から、夜空のどの位置をどの時間に観測すれば、その未知の天体が発見できるかを、正確に予言したのです。その予言をもとに、熟練の天文学者が夜空を観測したところ、本当にルベリエの予想通りの位置に、予想通りの大きさの未知の天体が見つかったのです。その天体は今では、海王星と呼ばれています。こうして天王星軌道のずれという大きな謎が解かれたのでした。このあまりに鮮やかな謎解きに、科学者だけでなく一般の人々も驚き、熱狂し、ルベリエを称えました。ルベリエは天才としてに名を轟かせ、天文学者としての地位と名声を確固たるものにしたのです。未知の惑星、バルカン、万有引力の法則は間違っていなかった。これで全ての惑星の運動が計算結果と一致した。そう人々は思ったのですが、実はまだ一つ、小さな問題が残っていました。それは、太陽に一番近い惑星、水星の軌道でした。この水星の軌道が、万有引力の法則の計算結果と、ごくわずかにずれていたのです。ルベリエはこの問題に取り組みました。そして研究の末に、天王星の時と同じ結論に達します。水星と太陽の間に、まだ発見されていない未知の惑星がある。その惑星の重力の影響で、水星の軌道がわずかにずれているのだ。絶対的な存在になっていた天才ルベリエの言葉に、世界中の天文学者が、未知の惑星を発見しようと観測を始めました。発見される前から、その惑星は、バルカンと名付けられました。しかし観測は難航しました。水星と太陽の間にあるということは、とても太陽に近いということです。太陽に近いと、
太陽の明るさのせいで、惑星があったとしてもほとんど見えないのです。それでも天文学者たちは、未知の惑星バルカンの存在を信じ観測を続けました。天文学者たちは、万有引力の法則は絶対に正しい。天才ルベリエの計算も間違っているはずがない。そう信じて観測を続けましたが、バルカンは見つかりませんでした。そのうち数十年が経ち、ルベリエはバルカンの発見を待たずに、この世を去りました。20世紀になり、観測技術はどんどん進歩していきました。宇宙の研究もどんどん進んでいきました。しかし、バルカンは発見されず、水星軌道の問題は、一向に解決されませんでした。この問題は、近代科学に突き刺さった棘として、いつまでも抜けることなく残り続けていました。ルベリエがバルカンの存在を予言してから約50年、ある若き天才が科学界に現れました。その名は、アルバート・アインシュタイン。後に20世紀最高の天才と言われる物理学者です。アインシュタインは1905年に、特殊相対性理論という、それまでの科学の常識を覆す理論を発表し、一躍世界に名をと、驚かせました。そのアインシュタインが次に取り組んだのは、重力に関する理論でした。ニュートンの万有引力の法則に代わる、新しい重力理論を作ろうとしたのです。17世紀に発表されてから200年以上、絶対的な真理だった万有引力の法則、あらゆる現象を完璧に説明してきた理論、地上のものから宇宙の天体の運動まで、すべてを解き明かしてきた究極の理論、水星軌道のわずかなズレという、小さな例外だけを除いて、一方20世紀になり、アイザック・ニュートンの一般相対性理論では、太陽の重力で時空が歪み、その歪みに合わせて惑星の軌道が曲がるため、太陽の周りを回る、という2段階の説明です。重力が強い場所で、は、一般相対性理論、と、万有引力の法則、の計算結果がずれるのです。万有引力の法則、は、重力がとても強い場所では使えなくなってしまうのです。一般相対性理論、は、重力が強い場所でも正しい結果を出せる、万有引力の法則、に代わる真の重力理論となったのです。ここからが私の見解です。皆さん、考えてください。時空の歪みですが、本当に時空が歪むのでしょうか？まるで何もない空間にエーテルのような歪む媒質があるような誤解を生じます。SF マニアたちはこの時空の歪み説から空間のねじ曲げ乗り越えるワープ工法などを考え出しました。ブラックホールの観測から光も曲げる時空の歪みは真実のようです。しかし重力ですが、なぜ相殺できるのでしょう？加速する車の座席では背中の方に加速度 G を感じます。自由落下する飛行機の中では無重力を感じます。ドッグファイト中の戦闘機のパイロットはものすごい G の影響で脳まで血液が届かずブラックアウトします。もしこの地球が宇宙船の中にある偽物のフラットアースでも宇宙船が真上に加速し続けたなら、普通に重力を感じ偽物の地球と気がつかないかもしれません。重力が空間の歪みならば物の移動で生ずる力で相殺できるの。なんで、重力は空間の歪みではなくてただの物体の加速ではないでしょうか。空間の歪みによる引力がなくても、地球が、この私たちが立って歩く大地がものすごい速さの私たちに迫ってきたのなら、リンゴが地球に向かって落ちるんじゃなくて地球がリンゴに迫ってきたのなら、加速する車の中でシートに感じる G のように、私たちは大地の方に向かって G を感じます。地球が重力加速度で大きくなっているなら、月とぶつかる。地球も月も宇宙も加速度的に膨張しているなら問題ないじゃありませんか。万有引力の法則では距離に反比例して弱くなります。地球から遠くの物体は宇宙の膨張とともに遠くに行きますので地球の膨張より遠ざかるものほど引力が小さいので、万有引力の法則に反しません。月や地球など大きいものほど膨張率が大きければ月が地球の6分の1の引力で納得します。いかでしょうか。重力、引力、違った見方で見てみると意外な結論に達しました。リンゴが地球に向かって落ちるんじゃなくて地球がリンゴに迫ってきてるんだ。
それでは皆さんと次の回でまた会いましょう。ごきげんよう。チャンネル登録もお願いします。